Vlogcam ZV-E10 の購入を考える方必見でございます。はいどうも、ひまわりまさでございます。最後もですね、楽しくカメラのお話をしていきたいと思います。さあ、今日お話しする内容は、前回同様ですね、ソニーから9月の17日に発売される Vlogcam ZV-E10 のお話でございます。今日お話しする内容は、ZV-E10 におすすめなズームレンズ、これをですねお話ししていきたいと思います。というわけでもう早速お話ししていきましょう。ZV-E10 これはですねソニーから9月の17日に発売される、Vlogcam ZV-1 の兄貴分であるですね、センサーサイズが APS-C センサーになってレンズ交換ができるというですね、なんとも便利なカメラでございます。それが発売されるということで、それのですねおすすめなレンズを僕が今日ご紹介していこうと思います。はい、なぜ僕がこのことをお話しするかと言いますと、今ですね僕が使っているのは FX3 というですねフルサイズのセンサーを積んでいるカメラでございますけども、その前までは僕はですねこちら、はい、α6500 というですね、はい、APS-C センサーを積んだソニーのミラーレスカメラをずっと使っておりました。もうね、8年ぐらいですね、NEX5R から始まり、α6000 を3台購入して、その後にこの α6500 をずっと使っておりました。なので APS-C のカメラにはですね一石の長がありますので、僕の経験からこの APS-C のカメラのいいレンズというものをですねご紹介していきたいと思います。ズームレンズでございますよね。はい。でこれなぜレンズのご紹介をしていくかと言いますと、はっきり言いますとZV-E10 を買ってレンズ交換をしないのであれば、キットレンズの1650mm の F3.5 から F5.6 のキットレンズを使うのであれば ZV-1 の方が僕はいいと思うんですよ。レンズ交換式のカメラを使うということは、レンズ交換に意味があるんですよ。なので、ぜひ ZV-E10 を購入を考えている方は、ぜひですね、レンズを変える。そして、いいレンズを使ってみる。あなたに合ったいいレンズを使ってみる。ということをですね、心から思っております。はい。で、今日ご紹介するレンズ、5本ラインナップを用意しました。この中から1本僕の超絶おすすめをお伝えしていこうと思います。まず1番目 SEL1018F4 同士のですね F4 同士の 10mm から 18mm のソニー純正の手ブレ補正が入った超便利な広角のズームレンズ。そして2つ目、これ発売されたばかりのタムロンの 1120mm から 20mm の F2.8 同士のレンズでございます。はい。そして SEL1670 の Z、 これはですねカールサイズから発売されているソニーの 16mm から 70mm をカバーした F4 同士の手ブレ補正の入ったレンズでございます。そして4番目SEL1655G、 これはもうソニーのですね APS の代表する超いいプレミアムな標準ズームレンズ。はい、これ 16mm から 55mm をカバーした F2.8 同士の G レンズ。そして5番目タムロンの 1770mmF2.8 同士の、これは手ブレ補正の入った標準ズームレンズ。これ最近発売されて、この APS-C のカメラにはいいレンズだよなということで、この5本のレンズのラインナップの中から僕の超絶おすすめする ZV-E10 に合うだろう超絶レンズをお伝えしていこうと思います。ZV-E10 におすすめレンズは
1120mm の F2.8 同士のレンズでございます。はい。数あるこの5本のレンズの中から僕がおすすめしたいのはこの 11mm から 20mm のこのレンズでございます。これにはちゃんとした理由がありますので、それを1個ずつお話ししていこうと思います。なぜですね、この 11mm から 20mm のこの F2.8 同士のためのレンズをおすすめするかと言いますと、それはですね、この ZV-E10、これをスペックで見ていきますと、クロップというところにちょっと重点を置いてこのレンズ選びを考えていかないといけないんですよ。でこの ZV-E10 手ブレ補正が入っております。はいですが電子手ブレ補正といいまして、このカメラ内で電子的に手ブレ補正を行います。例えばこの α6500 であれば、これは光学式の手ブレ補正なんです。振るとこの中のセンサーが動くんですよね。これで制御してるんですよね。5軸の手ブレ補正が入っています。はい、この光学式の手ブレ補正の場合は画面がクロップされないんです。なので例えばこの 16mm のレンズの場合は 16mm そのままの画角で撮れるんですよ。だけどもこの電子手ブレ補正っていうのはクロップされてしまいます。そこを考慮した上でレンズを選ばないといけません。今回この5本のラインナップ 10mm、11mm、あと 16mm ですよね。はい、この APS-C のレンズは結構 16mm のレンズが多いですよね。僕が普段愛用していますこちらの、シグマの 16mmF1.4DCDL、 これ 16mm ですよね。はい、じゃあ 16mm でいいんじゃないかと。その他の、レンズは手ブレ補正も入っているし 16mm から 70mm とかっていうですね、結構な望遠域をカバーできる、そっちの方が便利なんじゃないか。そうですね。はい、確かにそういう面ではその他の 16mm から始まるレンズの方が便利なんですけども、この Vlog カム、これを使う方っていうのはなんでしょうね、このカメラを使う人っていうのはこう自撮りしたくないですか？こうやってこうやって自撮りしたいですよね。こうした時にこの 16mm でクロップされるっていうのが結構ネックになってくるんですよ。じゃあですね、はい今この状態が APS-C でいう 16mm の画角で撮っております。はい、例えばこの 16mm のレンズを使った場合、このぐらいの画角で映ります。はい、これですね。はい、でこれを例えば電子手ブレ補正アクティブモードを使いますとどうなるかと言いますと、このぐらいクロップされます。さっきと同じ位置です。はい、これがアクティブモードを切ります。これが電子手ブレ補正がない状態、ある状態、ない状態、ある状態、ない状態、ある状態。はい、これが、どのぐらい、その手で持ったこうやった自撮りをした時に影響があるのかっていうのを実際に僕がその状況を再現してやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。よし、はい、それはですね、これが Vlog カムで 16mm の画角で撮った画角でございます。はい、画質の方はカメラとレンズが違うので比較しないでください。これがですね 16mm で撮った Vlog カム ZV-E10 の 16mm で撮った画角でございます。そして手ブレ補正がない状態です。手ブレ補正がない状態であればこうやって 16mm でもいい感じの、自撮りができるんですけども、例えばこれをですねアクティブ手ブレ補正をオンにしますと同じ距離で自撮りをしていてもこのぐらい窮屈なんですよ。例えばこれなんかは
おじさんの顔がちょっとアップになってしまうんですよ。これをですねちょっとね使いづらい、もうちょっと離したいんですよ。そうすると僕腕長いんですよ。このぐらいやってもこのぐらいの自撮りの画角が限界なんですよ。手ブレ補正をオンにした状態でちょっと歩いてみます。この感じであればなんとか歩けますよね。ただこれをですね手ブレ補正をオフにします。はい、そうしますと画角広くなったんですけども、やっぱり手ブレカタカタしますよね。これで歩きながらこうやって自撮りとか撮ってたとしても、まあ止めとくのは至難の技じゃないかなと思います。でこれで例えば先ほどの 11mm の画角で撮ってみます。ZV-E10 も持っていませんし、11mm のレンズも持っておりません。ですがちょっといろんな工夫をして11mm の画角にしてみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、これがですね 11mm でございます。ちょっとこの辺の切られはご勘弁ください。ちょっとフルサイズで APS-C の 16mm を使うと大体 11mm ぐらいの画角になります。そうするとこんな感じ、かなり広いですよね。はい、この状態で例えばアクティブ手ブレ補正をオンにします。いきますよ。はい、ちょっとこのぐらいなんですよね。このぐらいの画角であればいいですね。こうやって自撮りするのも先ほどと同じぐらいの、同じ距離ですよね。だってもうこんだけ広く映ると、自撮りも楽ですよね。こうやってね歩きながら撮っても今アクティブ手ブレ補正オンにしてます。いやなかなか効いてますよね。はい、これであればいいんじゃないですかね。はい、このぐらいの画角の広さであればこうやって Vlog カムというぐらいですね、いうぐらいですから、こうやって自撮りをしながら何か撮っていると、これ 11mm だとこういう映像になるんですよ。でボケの量も F2.8 だと大体このぐらいです。はい、このぐらいボケますんでなかなかいいんじゃないですかね。これがですねF4 同士と F2.8 同士の違いというのもこういうところにできます。あと暗い場所にも強いので、はい、というわけで一旦、スタジオに戻りたいと思います。ういっす。はい、いかがだったでしょうか。いややっぱりこのタムロンの 11mm の画角、レンズは違うんですよ。カメラもレンズも違うんですけども、状況的に 11mm APS-C の 11mm の画角を作りました。そこに手ブレ補正をかけてどのぐらいの画角が保てるかということでございます。なのでこういう切られとか、画質の比較なんかはしないでください。はい、画角のとこだけやっていきました。はい、ということでやはりですね11mm の画角っていうのは Vlog とかZV-E10 にはめちゃくちゃいい画角だと思います。これも今 11mm の画角ですね。ちゃんとした 11mm ではないんですけども約 11mm の画角になっておりますね。はい、この画角はとても使いやすい画角でございます。で今これ単焦点のレンズなんですけども 11mm から 20mm までタムロンのレンズはズームができますのでいろんな環境で使えると思います。はい、という理由から僕はですねタムロンの 11mm から 20mm の F2.8 同士のズームレンズ、これをですね ZV-E10 を購入する方にはお勧めしたいと思います。今日ラインナップしたレンズ僕すべて持っていないレンズなんですけども、APS-C のカメラを使って8年の歴がある僕がですね、いろいろ調べて、もうずーっとやっぱり気になる製品ってのは、レンズはもう調べ尽くしております。で、ヨドバシカメラとか行ってめっちゃ触ってます。はい。その中でですね、この、答えを導き出しました。はい。この動画がですね、参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい。それではですね、また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、また